、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋オーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もですね、10分切れ負けでいきます。音声をですね、加藤一二三九段に、今回は設定してあります。あなたが後手です。三段の方ですね、嬉野流が得意戦法ということなので、どうなのでしょう。やはり出ましたね。これ6八銀ね。これちょっと前のね、対局編でありましたね。ウォーズでね、指した将棋で嬉野流あったんですけど、今回も、6八銀ということで、この初手がね、見慣れない方にはかなり、衝撃的というか、インパクトのある手なんですけれども、嬉野流という、アマチュアのね、強豪の嬉野さんという方が、開発した得意とされている戦型では、初手ね、この6八銀っていうのが、非常にスタートなんですね。この銀ですよね、左銀、この銀がまず嬉野流のもうポイントとなる銀なので、そうですね、こう5六とついて、こちらね、5七に銀を使ってくるとね、本来、将棋の序盤は飛車角を、私の方今、飛車先伸ばしますけど、飛車先のね、飛車先を伸ばしたりとか、角道開けるのが、一般的というかね、古くある指し方なんですけれども、この嬉野流という指し方はね、銀を、なんていうんですか、左銀の繰り出しね、銀の繰り出しを足早にして、局面をリードしようという考え方ですね。最近はね、コンピューター将棋もね、コンピューターの将棋が強くなってきてますしね、非常に新しい発想も出てきてますから、以前でしたらね、こういう指し方をすると、すごく、いわゆるキリに反してるとかね、あまり、良くない作戦というね、言われ方をしたんですけれども、いろいろなね、最近は本当にいろいろな指し方が、改めて見直されてきてるというかね、この嬉野流というのも、有力な作戦であるというね、ことですね。はい。特にね、人気もありますよね、この作戦ね。7八金とね、角の頭をね、防ぎましたね。飛車先を伸ばされたんで受けるという自然な手ですね。こちらも難しいとこなんですよね、ここからどうするか。オーソドックスに角道開けて、私の方はなんていうんですかね、旧式ってことないですけれども、非常に自然にね、対応というかね、受けているということですね。飛車先をこの辺で交換する手もありますし、ちょっと手堅く目にさしてみますか。飛車先の歩をね、8六同歩同飛車という交換してね、一歩持つというのが大きな手なんですけれども、前回嬉野流と対戦した時はね、早めに飛車先の歩を交換したんですが、今回ちょっとまた同じだとね、あれなので、今回は飛車先の歩交換を、ちょっと保留して指してみましょう。いつでもね、8六同歩同飛車と行くね、権利はありますので。で、今ね、4四歩とついたのは、3三銀と上がればね、矢倉の形で飛車先の歩交換を防げるんで、そちらもあったんですけれども、今回はちょっと雁木の形でね、受けてみましょう。前回も雁木の形で、嬉野流に対してはどうなんですかね、雁木がすごく、考え方にしてはね、としては自然だと思うんですよね。その辺も解説できればと思うんですけれども、というのも相手のね、嬉野流という作戦は角道をね、ついてこないので、角道をね、通す戦いにしたときに、行きやすいんですね。4五歩とかついてですね、7六歩とつかれちにね、行きやすいので、はい。例えば角を7九角とかで引いて使ってきたときに、矢倉ではなくて雁木ですることでいつも4五歩とね、角道を通せるというね、ことですね。で、今4八銀上がるとね、してきました。ここは分岐点ですね。5四歩から、5三銀か、6四歩にしてみますか。この8六歩はね、いつでもいけると。ただ、飛車がね、今、2五に引いてるのが、一つのポイントですね。はい。で、銀が出てきました。この銀がね、再三繰り返しになるんですけど、嬉野流のね、ポイントとなる銀なので、特に4段目にね、進出して注意が必要ですね。で、角を引いてきました。じゃあ、玉を寄ってね、玉を避けて、そうですね、非常にね、もうパッと見た感じだけでもね、積極的な作戦だなという感じですよね。駒がね、この飛車、2五の飛車、6六の銀、特に今桂馬を飛んでね、すごく前がかりなね、状況と。で、玉の周りはね、やはり駒が相対的にね、今、駒が前に出ていってる分の相対的に玉の周りの駒が少なくなっているので、非常に攻撃寄りのね、作戦だなという印象ですよね、やはり。はい。8六歩も交換してないですし、今回私の方はね、嬉野流、攻撃重視の、嬉野流に対して、基本的には待機策というか、
まあ、じっくり駒組みを進めてね、隙を見せないように駒組みを進めて、まあ、できれば抑え込みのようなね格好ができればと。で今3五歩とね、伸ばしてきたんですけど、まあ、同歩と取ると同飛車とね交換されるので、まあ、取ってもらって同銀の方が自然にこう金銀がね前に出ていって抑え込めるかなという、考え方です。でまたこの桂馬を飛んでね、この7三桂は、実は待望の一手でして、状況次第でねこう6五歩でね終えるような形が出てきます。で、7六歩でした。でここら辺でじゃあ飛車先の歩交換しに行ってみますかね。はい、これはね銀をもし7七に下がられると、飛車先の歩交換ができなくなるので、このところがチャンスですね。で手順に飛車を深く引いてね、まあ、ここ飛車の引き場所いろいろあるところでした。5九金とね、これはなかなか囲いとも呼ばれるような囲いですね。まあ、これ四角道もとか、この辺はちょっとまあ、微妙に飛車にプレッシャーかけつつ、いずれね1三角と出るような味もあるということですね。でこれね、私の方はね6五歩とねこの銀を追う手がいつでもあるので、まあ、それを含みに指してるような感じですね。はい、さあどうしますかね。そろそろこれ3五歩と取って同飛車に1三角という手も一応考えられますね。やってっちゃう手もあります。それやってっちゃいますかね。そんなのどうなるでしょうか。飛車を引いて角を交換して同玉。そうですね、ありそうですね。やってってみますかね。まあ難しいですよ。でもここはねいろいろ考えないといけないところなので、まあねここから動いていくとやっぱり相手にもねチャンスを与えると、まあ例えば9四歩とかついとく手もあります。まあ取ってみますか。取ってやってみますかね。はい、ああいうじっくりさせてもらうところです。こう受ける手もあるんですけど、ちょっとじゃあ動いてみますか。ただこれはそうなんですよ。これがあるんでね、ちょっと怖いかなって言おうと思ってたら案の定でした。相手の方強いですね。はい、これがねあるんですよ。まあ飛車引いてくれば角交換なんですけど、こう切ってね一気に攻めてくる手があるので、ちょっと確かに危ない意味あるなとは思ってたんですね。はい、まあただこれでどうかですね。これではい同玉取って、まあ飛車をねこう自然に効いてるんで強襲に対して一応揃えられる格好になってます。まあここでじゃあ手筋で歩を打ってみましょう。この歩をね打つのはまあ結構飛車先の歩を切ってある時の特徴で、まあ、この歩によってねかなり弱体化させることができます。はい、まあ飛車をね2九飛車とか打っていく手もあるんですけども、一回ね歩を打って、まあ、もしこのままに8九歩ないとねいけるのであれば、まあ飛車を手持ちにしたままね、攻略していくことができますね。もう攻め合いですね。相手の方非常に積極的に。なるほど。まあ私のこちら側に脱出できるんでどうですかね、この攻め合いは。まあこれは桂馬を取りますか。で桂馬を取って、さあどっちが早いかですね。難しい。さあどうしますか。3六桂かな。まあ5五桂という手がね相手の方も厳しい狙いなので3六桂と打ってみますか。まあこれ攻撃態勢のようなイメージですね。まあ5五桂がね非常に厳しい手なので、まあどちらの方がねスピードが速いかという、競争になりました。まあ8九のと金、このと金がね非常にまあ玉を狭めているので、まあこの3六の桂打ちでねこう一気に、まあ、玉形が怪しく危なくなったと。まあ8八に同金と応じとく手もあったんですけどね、それですといわゆる壁銀というね壁金という駒は壁のになってしまうので、まあ、攻め合いでこう5五にね桂馬を打つ形をおそらく期待されているのだと思いますね。まあ難しいかな。5五桂と打って金、これは相当腰の重い手ですけれども、まあかなりね戦力は落ちたんでどうですかね。ただ5五桂と打つ手をかなり期待してますね。まあじゃあ金を取りいただけますかね。で同金、まあこちらですかね。まあ飛車打ちに備えた手ですね。どうしましょう。一回この歩をついて一回こうねついて広げとく手もありますね。慌てずにね。まあ飛車打つような手もあるけどどっちがいいかな。角とまあ攻め合いもありますけどね。5五桂打たしてまあ歩をついちゃってバンバンいっちゃいますか。歩をついてまあバンバンいっちゃいますかね。桂馬を取るなる同金。まあそうですね、成りが厳しい。まあ、つってもあるな、微妙に迷いますね。今6考えてるのは6五歩とついて、5五桂に5五桂なら6六歩、6三桂成同金7二角の時に攻め合いでね、勝てないかとかね、考えてるところです。まあ、5五、一回こっちでゆっくりさせてみますか。あと何分 ?5 分です。これはまあ6五で攻めてもよかったかもしれないですけど、ちょっとこうね、5五桂を消して、と金引き筋てですね、これでじゃあ、攻めていきたいところですね。私もまあ引いたのでどうしましょう。これと金による手があるな。と金より厳しい手ですかね実は。これ厳しいじゃないですか。同玉ですと5九飛車で、
王手金取り。同金ですとここに飛車になれますね。これ飛車になる手は相当厳しい手ですけど、これ時折今発見したんですけど、軽いいい手ですね。これは自分でのなんですけど。同玉ですと、5九飛車が、王手金取り。同金ですと、8七飛車成が、まあと金は消えてしまいますけど、強力な竜がね、玉のそばに来るので。で、私の方もこう攻め駒がねかなり来てるんですが、先ほどのねなんていうんですか、と金と桂馬の形と違ってこちら側からだけの形なので、まあ左辺にかなりのダメージは負ってますけれども、右辺がまだこう脱走できますよね。まあ先ほどここの歩をついたんで5三玉から6二玉、あるいは5一玉から6二玉、2つのルートがあるので、こちら側にね脱走すれば、まあ右玉のような形でもう一つね囲いがあるような形なので、まあこれが結構ね雁木戦法のなんていうんですかね、特色というかね長所でもあるんです。角ですね。まあこれは最善の粘りかもしれないですけれども、ちょっとここに角打つのはちょっと辛いでしょうね。はい。どうしますかね。竜をここに引くのがいいのか、まあこっちに引きますか。まあどっちもあるところですね。これで歩になって攻めようってことですか。まだ大変ですね。確かに角はね最善の頑張り。まあ6七竜と回られてしまうともうなんていうんですかね、王手銀取りで一気の攻めになっちゃうので、まあ角を打つのはね、まあ7八金で受かればよかったんですけど、8九竜と突っ込まれて、弾けないので、まあ本来このね打った角はこうねこちらに使いたかったとこなんですけれども、はい。でまあただこう歩成りでね、このと金攻めっていうのは、まあスピードはともかくね着実ですし、何せこう歩で攻めますからね、歩で攻めてる形なので厳しいですよね。こうまあ駒をね例えばこう3三と引いて4三とって剥がした時に相手に渡す駒が歩なのでね、こういうと金の攻めっていうのは歩を使った攻めっていうのは非常に、まあ、こちらからとしても嫌な手ですね。はい。どうでしょう。でも戦力差がね結構今回出てきつつありますね。小回り的には、私の方が飛車を1枚持ってて、まあ、飛車銀と金の交換ですかね。飛車銀と金の交換なので駒得ですね。で、まあ、この銀を取られることを感情に入れても、私は駒が多いと。で今この歩突きは非常にね味のいい手なんですね。王様がまたこちら側に脱出する6四に逃げる形も出てきますので、まあ、先ほど6二というねルートを言ったんですけど、この6四に逃げる形もねあるのでね、この竜がね非常に鬱陶しいということで追ってきました。どうしよう。まあ一回まあちょっとね竜はちょっと飛車渡したくないんですよね。さすがに飛車渡したくないので、なるほどね。でも相手の方も非常にしぶとい指し回しで、どうしましょうね。まあ迷いますね。これはまあ決めに行くなってますけど、そうですね、こう引き下がって粘るってことですね。まあね持ち時間がねありますから、こういくらね形勢がいいと言ってもなんか攻めていくこともね考えないといけないですね。どうしますかね。難しい。何がいいかな。筆も正してみますか。風風こういうでもね結構ねいいんですよ。こう歩をなってね、いやこの金2枚が桂ね、そう桂が嫌だってなったんですけど、さすがですね。まあそうですね、こう歩をね打ってこう乱すことで隙をね作っていこうっていう考え方で、でも3五桂一番嫌な手です。はい。これただ取るよりね、相手の方が強いですね。こう桂馬打って、これによってね、まあ2枚取ることができるというね、いやちょっと嫌な形になってましたよ。4二銀とか打ってこられると形があるんでね。まあただこの竜がね強力なんでどうでしょう。やっぱりここに角打っちゃったんで、これもちろん角持ってるとかなりね怖いんですけど、金銀ですとね広さがあるのでね、部分的にはこう4二銀では厳しい攻めなんですが、そうですね、まあこちらの攻めの方が早そうな。これは次に5八角と打って、5九玉に4九飛車と打てば詰みになります。5八角、そうですね、敵の打ちたいところに手なんですが、桂馬かぶせて、これはちょっと筋入ってきましたかね。はい。この角、ね、こちら側が壁になっているので、そうなんですね。まあそうですか、そちらで受けましたか。これはどうしようかな。まあこちらを取るのがいいかな。まあいろいろあるところですね。ちょっと形勢がはっきりしてきました。そうですね、2枚取って。銀しかなくなったんでね、自玉もかなり読みやすくなってきましたね。はい。金引きです。しぶとい頑張りですね。どうしましょうか。寄せは続手でできますかね。はい。
これね、寄せは属種でといって、まあ一見するとこうね、ガリガリっとね、見た目はこう、不格好かもしれないんですけど、こういう手っていうのは受けにくいんですよね。いわゆる、まあ数の攻めと言ってもいいんですけれども、はい。まあ飛車とかね、まあ飛車を打っとくような手もあるんですけどね、まあ飛車打つとまあ歩打たれたりして、結局まあ金打つような感じになりそうなので、いやまあ決しての抵抗ですけどね、これはでも、まあ一手一手の寄りに、そうですね、この桂馬を打つ手があるので、なりそうですね。でこう1枚ずつね剥がして、しかも駒得をしながらの攻めになるので、はい、はい、ありがとうございました。美味しいうな重が食べれそうです。うな重いただきます。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回は嬉野流との対局になりました。まあ、嬉野流というね、まあ、ちょっと独特な作戦ではあるんですけれども、今回私もね、2回目の対戦だったのでね、まあ、前回に比べるとちょっと対策を立てやすかったところもあったかもしれないですね。この将棋のね、詳しい解説は解説編の方でやっていきたいと思いますので、ぜひぜひね、そちらの方も、こちらの対局編と合わせてね、ご覧いただければなと思います。この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。